はい、大志座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月後半のタロットリーディングと星の補足説明をさせていただきます。お願いします。あとこの間10月の日食までの学びとしてね、気をつけることやテーマっていうものを撮った動画がありますので、そちらご覧になってない方はぜひそちらご覧になった上でこの動画をご覧ください。お願いします。それからですね、8月中に実はサマーセールをやっていまして、占星術を勉強してみたいとかタロットを勉強してみたいという方はテキストも動画も全て 20% オフになっていますので、ぜひそちらもご興味ある方は概要欄からご覧ください。では早速いきましょう。8月後半です。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。裏はカップのエースですね。ソード5、カップナイト、ソード3、カップ8の逆、カップ10の逆、そしてストレングス、カップ5、はい、気をつけること対策はエンペラーの逆とワンドキング逆、そしてオラクルワーツ、はい、お月さんの逆です。なるほど。前回のその10月の日食までの動画の中でテーマとしてね、生活が変わるんじゃないかみたいなことを言ったんですけども、何か具体的にこの生活じゃなくても実は非常に見えないところで何て言うんでしょうね、運勢の調整をされているというか、見えないところでものすごいバックアップがあるみたいな時なんですね。なのでそれぞれの置かれている状況に応じておそらく経験したことないことが起こったりとか、要するに想像していることよりももっと何か素晴らしい実は転機みたいなものが起こりやすいなっていうふうに思ったんです。それが結果として生活に変わるとか、なんか働き方変わるとか、そういうふうになるんじゃないかなと思ったんですね。で今この8月後半を見た時にまず星の説明ですが、8月20日が満月になります。でこの満月あたりっていうのは少し内部になりやすくて、なので8月20日とか8月21日あたりっていうのは非常に内部になってるなって思っておいてください。なんかご利用しするとかじゃなくて、自分が今気持ちが高まってるなとか、非常に内部になってるんだなっていうふうに思って客観的に自分を見てくださいね。そして8月23日以降、大志座の皆さんは喜びとかチャレンジとか企画とか計画、自分をもっと見せようとか、何かレジャー運とかエンターテインメントみたいな、そういった運もあるので非常に楽しめる後半になるんじゃないかと思います。楽しめる。でさらにそして普通に見ても8月26日あたりって楽しそうだなと思いますし、29日には逆行していた彗星も順行に戻りますので、やっとなんか誤解が解けるとか素直になれるとか、穏やかな生活になるというかね、ほっとするとか、なんかそんなこともあるんじゃないかなと思います。でカードで見た時にオラクルがね、このお月さんの逆なので、ああなったらどうしようとか、こうなったらどうしよう、将来こうだしなみたいな、そういった心配事っていうのは単に心配事というだけであって現実にはならないよみたいなメッセージだったり、または、今心配してることっていうのはそんな心配しなくていいんだっていうような、霧が晴れてくるような感覚だと思います、この後半ね。なので何か一つ解けていく、大丈夫なんだとか、それは心配しなくていいんだみたいな、一つホッとするっていうのがありますね。っていうのはやはり何か、入り口がソードの5なので自分がやりたいことはある。だけどそれをやるってなるとなんか誰かにちょっと文句言われるんじゃないかなとか、なんかそれ自分がやっていいのかなとか、なんとなく後ろめたい気持ちだったりとか、ちょっと心がざわざわする感じがあるんですね。いやでもそれ本来なら全然それ悪いことじゃないのに、なぜか気が引けてるみたいな感じがあるんです。なぜなんでしょうね、それはそれは皆さんがの中にある答えだと思うんですけども、勝手にね、なんか勝手に自分って嫌われたとか、こんな自分がダメなんだみたいなね思いがあるのかなと思ったんです。何かこれでもしかしたら人間関係の中で起きたことかもしれませんね。何気ない一言に自分がぐさっときたりとか、逆に自分が言った一言や起こした行動に対して他者からの
不満があったりとかして、うわやっちゃったみたいな気持ちとか、これって私がダメなのみたいな、そんな感じもあるかもしれないんですけど、それは本当に今ちょっと若干ナイーブになってるから余計そう感じるっていうのもあります。でそしてそうなんですよね、だからどの時点でその現実を見るかなんですけども、非常にこう自分が改革していこうとしているっていう流れの中にいますよね、大下の皆さんってね。で仕事や社会も変わりそうみたいなそういうのもある中で、自分自身っていうものをどんな風に見てるかなって言った時に、そんなにねこう自分っていうものがすごい小さな自分だというふうに思わないでくださいね。どんな人だってその立場とかやってることとか関係なしに、どんな人だって本当にかけがえのない一つ一人の命なので、それを自分で小さく見積もるっていうことはしないようにしてください。で要するにこの8月の後半与えられていることっていうのは、本当にこう豊かさとか愛っていうか喜びっていうことなんですね。で自分にもその喜ぶ価値があるとか、受け取っていいんだっていうようなことなんですけど、何かその過去に起きた出来事でちょっと自分が引け目に感じたり、少しハートが痛んで、なんかおとなしくしとこうとかね、なんかそんな気持ちになるかもしれないんですけど、大丈夫です。満月過ぎて、もしくは23日過ぎたら、非常にその心配事っていうのは心配することなかったんだっていうような感覚に変わってきますからね。でそしてここでもやっぱカップの8の逆が現状に出てるっていうのは、今までの自分だったらこれは良かった、これで良かったんだ、でもこれからの自分っていうのはこうありたいみたいな、そういうなんか新たな思いっていうものが出てきていて、その新たな自分の理想像と現実がまだ違うっていうところでの落胆なのかもしれないですけど、全然落胆する必要ないです。カードから言われているのは、高い理想像をあまり自分に押し付けないでくださいねっていうふうに言われています。もっとこれができてあれができて強くて優しくてとか、そういうね、なんかそんな感じ。いや、そのままの自分を見せる方がよっぽど魅力的ですよっていう感じがします。今の自分が本当に求めているものはこれなんですっていうふうにこう提示していくのもとてもいいと思いますよ。そして後半の流れとして、非常に何か団体とか友達同士だったりとか、グループだったり家族だったり職場だったりっていうこう仲間と共に過ごすような機会があるのかなって思うんですね。それはもしかしたら実際に過ごさなくても、こうネット上の中での集まりかもしれないし、思いだけがこう集まってるのかもしれないんですけれども、でも非常にこれはいい集まりな感じがするんです。みんなの思いをこう持ち寄っていいものを作っていったりとか、なんかねこう吐きだめのように嫌なものを出してるとかじゃなくて、本当にこう誰かが何かを言うことによってそれいいねとか、だったらこれもいいねみたいな、こうどんどんこういい意見というかものが集まってきて、そこにとてもいいシナジーが生まれるみたいな感じで、とってもそこは温かで自分に力を与えてくれるような団体だったりグループだったりって感じがするので、今この瞬間というか8月が特別団体運があるとかいうわけじゃないんですよね。むしろどっちかっていうとそこから避けたいみたいな、そんな感じあるかもしれませんけれども、たまたま8月はもしそういう機会があったら集ってみるのもいいんじゃないでしょうか。また家族と過ごしてみるのもいいんじゃないでしょうか。そこで素直なね気持ちとか感情っていうのを出すことによって、すごく温かな感覚が得られるみたいです。やっぱりこれでいいんだとか、やっとなんか感じる愛みたいな、そこにあったんだみたいな感じを思うかもしれないし、今までは感じられなかったなんでしょうね、親の愛だったりとか、友達が思ってくれてた思いやりだったりとか、あと自分にも自分ってこんなにいいとこがあったじゃないかって、これが自分の強みだって思えるようなことだったりとかして、何かこう不可能を可能にする力っていうのを自分で自覚できるっていう感じがあるんですね。だからこそより一層楽しめる、チャレンジもできるみたいな、チャレンジしてそれを感じるのか、もしくはそうやって集ったりとかして感じてチャレンジするのかは分かりませんが、とても温かな感じがしますので、その今ごちゃごちゃと考えているような不安なことっていうのがこうさーっと流れていくみたいな感じですね。でその後もまたね、多少のね揺れはあるかもしれません。思った通りではないかもしれないけれども、決してそれってそんなに悪いものじゃないので、ちょっと長い目で見てねっていうメッセージがあります。こんな感じですよ。ちょっとねそれを踏まえた上で仕事のことを見させてください。お仕事、また出ましたね、カップの5。カップ4、
そしてペンタクルスエースということで、何かお仕事ってなった時に悪いわけじゃないんだけど、このままこれやってていいのかなとか、要するに今のこの仕事に対してものすごく自分の夢を叶えてくれるものじゃないみたいなね、だからといってどうしたらいいんだっていうような感じかもしれません。ちょっと待ってくださいよ。だけどペンタクルのエースが出ていて、この8月の後半っていうのは自分の人生設計を立てるとか企画するとか、自分をもっと豊かにするための計画を立てるとか、楽しむとかチャレンジしていくっていうのが適している時なので、もし自分にその力がある、私大丈夫じゃいけるじゃないって感じた時に仕事のことを改めて考えてみてください。その時に、いやそんな仕事すぐに辞めたいとか、また転職とかできないし、このままやっていくしかないんだっていう思いから、待てよと、この状況の中でもできることがあるかもしれないみたいな形で、その何かこう仕事が何かこう逆転してすごくうまくいくとかではなくて、今の状況の中にあることで実はすごくいいものを発見できるよっていうメッセージだと思いました。そう今のこの状況の中でやることできることをやっていくことが結局未来につながっていくんだなって感じです。なので目先のなんか願い事がすぐ叶うとかそういうのではなく、今の中でコツコツやった時に何かを見つけるよっていう感じ、仕事はね。そしてもう一つね、人間関係を見てみたいと思います。カップの7、ソードエース、死神ということで、人間関係においては良くも悪くもいろんなイメージが湧きますねっていう感じですね。そしてもしこれはもうちょっとこうしたいとか、あれはこうしたいとか、こんな関係になりたいとかっていう思いがあるのであれば、それに対してちょっと切り込んでいくのもいいかもしれないですね。ちょうど今この8月末っていうのは自分をアピールしたりとか表明したりとかするのがいい時なので、そのままうやむやにするとかじゃなくて、件はどうなってるとか、結局ちょっとパッと切り込んでいくみたいなね、相手に切り込んでいく、そのことによって答えがはっきり出ますよっていうふうに出ています。死神のカードも出てるので、うやむやにしていたこととか棚上げにしていたことっていうのは一つやめるかもしれないですね。でこれはその関係性をやめるっていう意味ではなく、自分がその人のことを思い悩むのをやめるっていうような感じだと思います。もちろんその関係性スパッと切ってもいいんですけどね、どちらでもそれはいいです。そして何か恋愛とかね、そういったちょっと特別な感情を伴うものに関しては、相手のためにこれをしなければみたいな、こうするのがいいんだっていう思いよりも、もっと自由でいてくださいって感じがします。その思うように動けないとか、相手が望むように自分が動けないとかって思うよりは、今自分がここにいてこれだけ幸せだよみたいなエネルギーを出す方がいいっていう感じです。今なんか他者に向けて何かをするというよりも、自分が喜ぶっていう方がなんか人間関係がうまくいくような流れですね。そんな感じ。それと最後にもう一枚ちょっとオラクルカードを引かせてください。大志田さんね。はい、いかがでしょうか。このカードを見て何か感じることがあれば、それも皆さんの直感で受け取ってください。そしてどんなメッセージを受け取ったのか、よかったら聞かせていただけると嬉しいんですけども、スローイットダウンということで、ゆっくり行きましょうっていう感じですね。ペースを落としたところで別に何も失わないし、ゆっくりした波動の中で見える景色っていうのはまた違うかもしれないので、なんか早くことを起こすとか結果を出すっていうよりも、今自分が感じられることを十分に感じましょうって感じがしました。これ特にお仕事でもそうですね。結果を出すっていうことよりも、今自分が仕事を通して何を感じているのか、どんなことを学んでいるかっていうのをしっかり自覚した上で進める方がいいし、人間関係もですね、人間関係は混沌としたものにスパッと何かを入れることによってはっきりする。他者に何かをしてもらうとかしてあげるではなく、自分を喜ばせるということで、自分自身の中にある派手ではないんだけど当たり前のようにある自分の良さっていうところを自分でしっかりと自覚していくと穏やかになっていくなって感じがしました。
はい、ということでここまでしておきます。もし何かしら良かったよという方はぜひチャンネル登録やコメント、いいねボタンで教えていただけると嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。